世界中で大活躍中の BTS について語る上で欠かせないのが、ファンであるアーミーの存在。BTS のメンバーは、ことあるごとにアーミーについて話しており、また、BTS の成功の理由を分析するような記事でも、必ず、アーミーのことが語られています。そこで、今回は、BTS とアーミーの関係はどのようなものなのか、また、どうして、BTS とアーミーの団結力が強いのかについて、まとめてみました。様々な場面でアーミーについて言及している BTS。ファンであるアーミーとの団結力が強いことでよく知られている BTS。その絆の深さを証明するかのように、BTS はあらゆる場面でアーミーについて言及しています。音楽授賞式でのコメントでは、何よりも、まず、アーミーへの感謝を伝えてくれていますよね。これは、デビューして間もない頃、まだそれほど多くの賞を獲得できていなかった頃から、アメリカの音楽賞アメリカン・ミュージック・アワードで大賞を受賞するまでに成長した、今まで BTS が全く変わらないことの一つ。世界でどれだけ成功を収めても、アーミーのおかげ、アーミーと一緒に取った賞と、アーミーの存在を強調しています。また、授賞式だけではなく、テレビや雑誌のインタビューなどでも、BTS はたびたびアーミーについて話しています。たくさんの感謝を伝えてくれるのはもちろん、まるで友達の話をするかのように、アーミーはこんな人たち、アーミーはこんなにすごいと話してくれるのは、ファンとしてはとても幸せなことですね。アーミーにとって BTS とは？アーミーについてたびたび言及している BTS ですが、アーミーにとって BTS はどんな存在なのでしょうか。もちろん、アーミーの数だけその答えはあるかと思いますが、ここでは一部の意見を抜粋してみていきましょう。アーミーにとっての BTS がどんな存在なのかを表していると感じるのが、アーミーの間でよく聞かれる、人生で一番必要としている時に BTS と出会うという言葉。これはアーミーというファンダムについて書かれた本 BTS とアーミーに登場する言葉です。BTS ががむしゃらに頑張るところを見て自分も頑張ろうと勇気づけられたり、落ち込んでいた時にふと目に留まった BTS の歌詞に励まされたり、そういったことがきっかけでBTS の沼にはまったという話はよく聞きます。人生で一番万端を必要としている時に出会えたなぁとつくづく思う。彼らが全力で頑張るかっこいい姿を見せてくれるから自分も頑張ろうって思える。辛くて苦しくてもがいても弱い自分がいて抜け出せない世界があって、そんな時に満タンに出会って私はどん底から救われた。だから今私は自分の世界が少し綺麗に見える。幸せだと毎日思える瞬間がある。それは彼らがいるからだ。私の狭くて小さな世界に入ってきてくれてありがとう。今日も今日とて幸せ。多くのアーミーにとって BTS とは辛い時や頑張らないといけない時に力をくれる存在のようです。コロナ禍で世界中の人が暗い気持ちになっていた時期に多くの人が BTS にハマりファンダムが急拡大したのもそんな理由からかもしれませんね。また他にもアーミーからよく聞かれるのは BTS を好きになって考え方や行動が変わったという話。家族や周りの人をもっと大切にできるようになった。趣味や興味を持つ対象が広がった。社会問題により関心を持つようになったなどといったエピソードが多く聞かれます。万端に出会って愛してると言葉にするの確実に増えたよね。うちの女は昔からお母さんは私のことすごく愛しちゅうって言うんやけど、むずがゆくて恥ずかしかった。でも今なんか当たり前のように言えるようになったな。ってことでチングや愛してるよ。バンタンにハマったばかりの頃は何も考えずにひたすら楽しめるものが見つかったと思っていた。それが蓋を開けてみると
以前より考えることが日常になった。これは誤算だった。正直言うと疲れることもあるけど、想像していなかった方法で自分が成長できる機会をもらえてありがたい。これは彼ら自身が自分や周りの人をとても大切にしていたり、カルチャーからアート、社会問題まで様々なことに興味を持ち、それをアーミーにシェアしてくれるからではないでしょうか。そんな BTS の行動から大きな影響を受けているというアーミーが多いようですね。アーミーにとって BTS は辛い時に励ましてくれたり、人生にポジティブな影響を与えてくれるとても大きな存在のようです。団結力が強い理由は、アーミーと BTS がお互い影響を受け合い、これほどまでに団結している理由は一体どこにあるのでしょうか。その大きな理由として考えられるのは、やはり BTS がアーミーに向けて伝える言葉がファンではなく、一緒に走る仲間であることを強調する言葉が多いからではないでしょうか。2021年のフェスタでのコンテンツ、BTS が書くアーミープロフィールでは、メンバーはそれぞれアーミーのことを永遠の同行者であり友達、相棒、唯一の師匠などという言葉で表現しています。彼らがアーミーのことをこのように表現してくれると、ファンもただアイドルを応援しているのではなく、一緒に BTS を作り上げている仲間のように感じることができるのではないでしょうか。BTS は特にデビューしてすぐに大きな人気を獲得できたグループではありません。韓国の音楽番組で初めて1位を獲得したのはデビュー2年後のことでした。1位になれない期間をファンも一緒に経験したからこそ、団結力はより強まったのかもしれませんね。投票をしたり、リクエストをしたり、そういった活動の積み重ねで、BTS とアーミーの団結力はどんどん高まっていったんでしょうね。また、もう一つ BTS とアーミーの団結力が強い理由として考えられるのは、そもそも BTS の7人自身の団結力がとても強いところではないでしょうか。韓国のアイドルグループは、グループである程度人気を獲得すると、メンバーのソロ活動が多くなる傾向にあります。ところが、BTS はこれまでにメンバーが大々的にソロ活動を行ったことがありません。単発でのソロ曲の発表や商業目的ではないミックステープのリリースはありますが、それよりも常に最優先されているのはグループでの活動です。グループがソロ活動メインになる期間があると、ファンもそれぞれの推しの活動を追いかけることになり、さらにグループの中でソロ活動の人気や売り上げなどで序列を感じてしまうこともあるようです。でも BTS の場合は常に7人での活動なので、ファン同士の結束もより強くなり、それが BTS とアーミーの団結力にもつながっているのかもしれませんね。相乗効果で成長。社会にも良い影響が。お互いに影響を受けたり与えたりして、ここまで成長してきた BTS とアーミー。その相互関係はアイドル活動を超えて社会にも大きな影響を与えているようです。BTS は社会問題についてたびたび声を上げているグループです。ユニセフには青少年への暴力撲滅を目指すキャンペーンを継続的に行い、国連のスピーチではコロナ禍での若者の未来や SDGs について言及し、黒人やアジア人に対するヘイトスピーチには声明を出して抗議をしています。また、セウォル号沈没事故の被害家族や反人種差別運動などに多額の寄付も行っています。グループとしてだけではなく、メンバー個人名義でも彼らは多額の寄付を毎年行っていることで知られています。そういった BTS の活動を知ったアーミーもまた、社会問題に声を上げたり、寄付金を集めたりと、積極的に活動しているようです。黒人への人種差別へ抗議するブラック・ライブズ・マター運動に、BTS が100万ドル約1億1000万円の寄付をした際には、
アーミーが団結して同額の寄付を行ったこともありました。また、韓国ではアイドルの誕生日に街中に誕生日広告を出すのが定番のファン活動ですが、そういった広告の代わりに BTS のメンバー名義での寄付を行うファンも増えています。このようなアーミーの慈善活動には BTS メンバーもたびたび感謝の言葉を伝えています。また、SUGAはそれに応えるようにアーミー名義で多額の寄付と手記の人形などのプレゼントを行ったこともありました。お互いの名前で寄付をし合うとは、BTS とアーミーのお互いにいい影響を与え合う関係性がよく現れていますね。さらに、それが社会貢献にもつながっているかと思うと、やっぱり BTS とアーミーの関係は素晴らしいですね。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS とファン、アーミーの関係性や団結力が強すぎる理由についてまとめてみました。お互いがポジティブな影響を与え合ってここまで成長してきた BTS とアーミーの関係性を改めて感じることができました。さらに、それが社会にまでいい影響を与えているとは素晴らしいですね。これからもそんなアーミーの一員として BTS を応援していきたいですね。